9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。コメントをいただきましたのでご紹介したいと思います。こんにちは。2月頃に再販されたようで入手して飲んでみました。シェリーダルの風味は正直シェリーダルと言わなければわからないレベルでしたが、味は結構良かったです。昨今のこの価格帯のオフィシャル以外のシェリーダルシングルモルトウイスキーはシェリーの風味が強すぎるものが多すぎる気がするので、これはこれでありだと思いました。これはスカラバスシェリーカスクの回ですね。ありがとうございます。このボトルはシェリーのキャラクターよりも原酒の個性が勝った一本で非常にユニークなウイスキーです。海外の評価でもシェリーが弱いけど手頃な価格で飲みやすいという声が多く人気のウイスキーです。無事に買えたということで良かったですね。もう一つ読んでいきたいと思います。初コメ失礼します。私がこのチャンネルを知ったのは最近になってブラックボトルのアルケミーシリーズに興味を持った時に YouTube で検索したのがきっかけでした。今回の進度を含めいろいろ参考にさせてもらっており楽しみにしております。個人的な要望としては私が最近買ったアンノック10年ピーテッドがかなりうまかったのでシーカーさんの感想などを聞いてみたいと思っております。コメントありがとうございます。参考にしていただけているようで何よりです。アンノック10年ピーテッドですね。かなりクロートなチョイスですね。購入できたらレビューしてみたいと思います。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。世界のウイスキーシーンで毎年大きな注目を集めるワールドウイスキーアワーズ2026の結果についてです。このアワードは世界各国のウイスキーをカテゴリー別に審査し、その年を代表するボトルを選出する国際的な品評会です。そして今年も非常に興味深い結果が並びました。まず、最も注目されるワールズベストシングルモルトに選ばれたのは、ボーモア21年シェリーカスクです。アイラモルトの名門ボーモアが21年熟成シェリーダルという王道ともいえる構成で世界最高峰に輝いた形です。近年のアワードでは若いクラフト蒸留所や実験的な樽使いが注目を集めることも増えていましたが、今年の頂点はやはり伝統ある蒸留所の完成度の高い超熟シングルモルトでした。アイラらしいスモーキーさに長期熟成とシェリーダル由来の厚みが重なるスタイル。世界最高峰として非常に納得感のある受賞と言えそうです。そして今年、日本も非常に印象的でした。まず、ワールズベストブレンデッドリミテッドリリースを受賞したのが、イチローズモルト&グレーンブレンデッドジャパニーズウイスキー2026。言わずと知れたイチローズモルトが限定ブレンデッド部門で世界トップに立ちました。ジャパニーズウイスキーはシングルモルトの人気が先行しがちですが、実は世界的に見てもブレンド設計の繊細さは日本の大きな強みです。今回の受賞はその強みが改めて国際的に評価された結果と言えるでしょう。さらに、ワールズベストニューメイク&ヤングスピリッツには大谷ウイスキー新潟亀田ニューポットピーテッド2026エディションが選ばれました。これは非常に興味深い結果です。つまりまだ熟成ウイスキーになる前の段階、いわば原酒のポテンシャルそのものが世界で高く評価されたということです。日本のクラフト蒸留所が増える中で、これからの熟成が楽しみな原酒が国際的に認められたという意味でも、この受賞はかなり大きなニュースと言えます。さらに今年の結果を眺めていくと、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアンに加え、イングランド、
日本、オーストラリア、中国、インドネシア、スペイン、ベルギー、実に幅広い地域から受賞ボトルが出ています。つまり今のウイスキー市場はもはや本場スコットランド一強ではなく、各地域がそれぞれの個性で戦う時代に完全に入っているわけです。今年のワールドウイスキーアワーズ2026を一言で表すなら、それはやはり成熟した多様性でしょう。各カテゴリーの結果から見えてくるのは、ウイスキーの価値はもはや国やスタイルだけでは語れない時代に入っているということです。大切なのはそのボトルが何を表現し、どれだけ完成度高く仕上がっているか。ワールドウイスキーアワーズ2026はそんな今の世界のウイスキーシーンを非常によく映し出した結果と言えそうです。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラマ FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は九十蒸留所からスモールバッチ01です。阿蘇九十国立公園の一角に位置し、緑一面のパノラマを見渡す九十高原、名水百選にも選ばれた阿蘇山系の伏流水が湧き出るこの地で、2021年より蒸留を開始したのが九十蒸留所になります。洋酒専門の津崎商店を営む代表の宇戸田氏は、29歳で家業に入り、好きが高じて自ら蒸留所を作ることを決意。秩父蒸留所、そしてマルス津貫での研修を経て、ウイスキーの製造免許を取得、念願の九十蒸留所を開設しました。蒸留所は店舗の敷地内にある倉庫を改装し、フォーサイス製のストレート型スチル2機を導入。発酵槽は木桶を5基備えるなど、秩父蒸留所の設備を参考にしつつ、スコッチの流儀に倣っています。シングルモルト九十スモールバッチ01は、シェリーカスクを主体に選び抜いた原酒をブレンドしたスモールバッチのシングルモルトです。どんな味がするんでしょうか。では、ストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みを帯びたアンバーですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはバターケーキ。ミドルノートはトロピカルなドライフルーツ。ラストノートはロー引きした家具の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはクリーミーで、ボディはミディアム。渋みのあるナッツの風味。シナモンやジンジャーのスパイス。クッキーのほのかな麦のヒント。ジャムになるまで煮詰めたベリーやピーチ。松や杉のような木の風味。フィニッシュはクローブのキックからバターキャラメルのような粘りのある甘みが優しく余韻に続きます。今回もかなり完成度の高いウイスキーですね。アルコールの嫌な風味はなく、終始原酒の上品な味わいが満ちています。
シェリーダル原酒をメインにしているとのことですが、包み込むような優しい甘みと程よいナッツの渋みのバランスも素晴らしいです。まずはストレートから楽しんでいただきたいですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはウィームスモルトからベルベットフィグ12年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。